んにちは、魚屋の森です。さあ、今日は何の日かな。こんにちは、社長です。こんにちは、社長です。お猿のボタンを押すというということで、今日はですね、社長、はい、これからこの本店のリニューアルをしていることを皆さんに SNS でもお知らせしているんですけども、慣れ親しんできたこの本店、26年の歴史に一旦幕を閉じてリニューアルしますね。居酒屋さんとしてね、営業してたんです。ただ、私たちこの寿商店っていうのがスーパー一角の魚屋さんでスタートしたっていう歴史があって、魚を売るっていうことはもっと特化していきたいなっていう気持ちがね、すごくどこかであってですね。魚を今ね、YouTube でも全国回ってるわけじゃないですか。いろんなところで出会った魚なんかをもっともっとみんなにダイレクトに提供したい。そうだね、現地に行って生産者の人の思いとか漁師さんの思いなんかを直接伝えられるステージをやっぱ今回作りたいなっていうのがすごくあって、この本店に一旦幕を閉じてですね、リニューアルという形で来年の1月中旬目標、もしかしたら実現するかもしれない。で、今日はですね、魚屋にしていくので視察を1回やっていきたいなと思います。行き先は東京です。東京です。いろんなところで一番流行の先端っていうかね。はい。なので今日私の方でここどうかなっていうところを見繕いましたので、一緒に行ってみましょうということで、レッツゴー。すごーい。ここね、私ずっと来たかったんだよね。変わった魚いっぱい扱ってて。こんにちは。森さん、お父さんが。はじめまして。何？取っていいですか？全然マジで？うわー、嬉しい。常温ですよ、これ。常温のパルピスです。冷やしとかいっぱいあるかな。じゃあ、冷やしとか。ありがとうございます。すいません。紹介します。妻の。いや、もう、森さんには。そうですか。やっぱり上手だね。同級生でしょ。同級生なんですよ。お前もっと出てこいよ。お客さん、あ、いらっしゃいませ。森さんも新幹線でいらっしゃいませ。言うもんね。さすが。最近販売されたから。そう、買って。Amazon で買ってください。YouTube 大丈夫ですか？はい。魚屋の森さんっていう YouTube をやってます。見てください。ありがとうございます。すごいね。あ、江戸前じゃんこれ。来てるよ。いいね。私大好きこれ、梅水晶。サメの軟骨、梅とあえ。このまま食べるのめちゃくちゃ美味しい。すごいね。CD も出されてるのよ。魚食えこの野郎。イカ、フラフシ。騎士団とかと同期ぐらいで仲間がアイドルなんだけどダメだろっつって勝手につけられちゃったの。ああいうの釣り竿ってそういえばそのままそうでマグロを解体しながら歌うっていうので注目されて当時ユニバーサルがデビューしたんですよ。CD 出しました。ユニバーサル。社長の大好きな船虫もある。社長の船虫好き。船虫好き。これいい夢見れますよ。あと掃除が上手になる。大変でしょ。だからお前の人はちょっと変わってみるよね。だからほら森さんとか羨ましいですよ。ちゃんと正当まあ普通に来たもんね。まあ普通じゃないけどね。魚屋さんじゃないけど正統派。正統派です。CD 置いてください。行きましょうよこれ。俺が一番いいかもだ。船虫は社長だな。社長の。イカもイカだけで3曲なんですよ。イカだけイカだけそう。よっちゃんイカの曲を勝手に作って。一応ほらよっちゃん職員さんまあメールしたんだけど弁護士さん出てきちゃって。結構ざわついたんだけど、まあいいだろうみたいな。でもそれなんで入手していただいて、ちゃんとでもね、これはねいいと思う。一番最後だけ俺が歌ってるの。他の4曲は相方に無理やり歌わせて。あ、そうなんだ。表現がうまいんだよ。これはね、決めたいで入れ口。で、これ入れ口。で、これ高川。
町だから引っ越したい人が多いんですよ。リゾート地もあるし、都内にも近いし、成田も近いし、人気あるんだけど、あとはね、頑張り次第自分のね。本当名物になってますもんね、名物のお店に。どうなんだろう。でもこれ来てくれるから。めがけてね。ここでやれなきゃ本物にならないの。本当かっこいいなって。最初大変だったんだろうね。本当にイワシ1箱5キロも売れないでさ、毎日手切りしてフライ用に加工して。そこまでやらないとね。でもそれがね大事だと思う。2人でやってるからまるでバンバン売れるような世界にしていかないとこういう魚は生き残れないよね。いろんなものを置きたいし。いや本当私それがかっこいいなと思って。ね。そうそう買ってあるじゃん。本当だ。いないですよ、みんなない。お魚ちゃんもみんなに。結局ビジネスと思えばあれやらなきゃいけないけど、森田さんがやりたいことはそうじゃない。切り手がさ、一人だからっていうのもあるんだけど、でもやっぱ自分で切った方が美味しいと思うんだよ。あと勝手に技術も上がっていくし、あと親しむと思うんだよね、もっとね。だからそういう人を育てていかないと、多分生き残っていけない。あとはどうするの？その次は。もう考えてないですよ。3代だけど、もう全員で、それでもいいのかなと。まだやることはあるけど、ほとんどなってきちゃったの。お子さん？子供たちはね、まだ小さいので、そう、あんま興味ないよね。無理やりやらせたくない。今いくつですか？高校2年の。ああ、多感な時だね。森さんわかんないけど、いつもいたじゃない。以前子供の時とか。で、やっぱ親が働いてる姿見て過ごしちゃうんだよね。その後ろ姿を追っていくんだよね。そう。なんかもう日常だし、お店屋さんごっこがリアルにあったからすごい面白かった。匂いですよ。匂いがいいんですよ。そうね。あれが離れられなくなっちゃう。癖になる。あれをね嫌だったから、あれが。そうなってくると勝ちなんですよ。アロマでね。我々のアロマで癒されるんで。これは最高。人気ですよね。これ変わった魚スーパーで見れないですね。並んでるってだけで。あとは熱量ファッションで置いちゃうとバレちゃうから、売り手その魚の熱量がどれだけ好きなのか。今のねトークで売れてましたからね、お魚。だからね、磯焼け嫌がるお客さんもいるけど、逆にその磯焼けを逆手に取っちゃって、ちょっと東南アジア系の料理、香辛料の使ったりでやっちゃえなって言うと、みんなあーっつって、匂いなければ、その刺身も全然美味しい魚だし、そうやって説明するのがすごい大変なんだけど、楽しいですよね。分かんないよ、全然。守ってほしい、日本に。こういう人がいないとさ、ダメになっちゃうから。公務員ですよね。公務員化した方がいい。これ面白いですね。そう。これ本当に効果あるんですか？あと、毎回洗わないでいいっていうのが水ためてさ、敷きっぱなし。敷きっぱなし。黒だったら捨てちゃって、きっかけになる。焼くの嫌なんだよ。いや、それすごいわかる。こういうの。焼いてみたくなる。確かに。これ買おう。早速、こういうのはい、宣伝しましょう。あと社長、アクリルスタンド乗ってます。社長、それ飾ってください、お店に。縁起物ですよ、それ。縁起物。そう、僕が作ればいいんですよ。その前ね、そのワンマンライブで発売したんですよ。結成25年なのよ。ありがとうございます。せっかく応援したい。これは本物じゃない。そこの白水をインドワールドの。クマとかはこういうのありますけど、これマグロでやってる。誕生日プレゼントでいただいたんですよ。こっちはさかなクンが作った白水。本当だ。そう。白水に。いいですか？すみません。御徒町にやってまいりました。次の魚屋はこちらです。皆さんご存知、吉池。ここクリオネ売ってて有名だから、ちょっと変わったお魚とか、これ全部スーパーになってる。浜焼きとかね、前売ってた。あ、そう、串焼きとか。ここは錦糸町の駅前。社長、ここにめちゃくちゃかっこいいお寿司屋さんがあるんだ。魚屋で寿司屋な。魚屋が1階で2階が寿司屋な。おー、かっこいい。
こ大トロ、ここ行ってみよう。この辺は初めて来るね。社長何見てますか？あー、屋台いいね。なんかあの人あそこから離れないですけど、どうですか東京の魚屋は？さっきの吉池はちょっと驚きだったね。無造作に天然のクエがギュー置いたの、あとサンマがさ、あんだけなかったはずなのにむちゃくちゃ入ってたの。やっぱ築地違うのかな、豊洲の方の時。直引いてるね。直引いてるとこよ。やっぱりスーパーと一味違う魚屋だからできることをちょっと求めて、漁港とお客さんをつなげる魚屋っていうのをやりたい。ああいいね。だからその漁師さんから直接聞いた話とかをちゃんと説明して、着いたお昼はここで食べよう。めっちゃにぎわってる。なんか買ってる。なんだろうあれ。刺身ここで買うの？ここはみんな知ってるね。魚ばっか。中目黒って意外に初めて見る。ここもう6時で閉まっちゃうからね、時間あんまない。じゃあ潜入。どうでした社長？魚屋旬。もう完売してたねこれ。よく売れてたね。いいと思います。なんか魚屋のスーパー、でかいスーパー、最大のスーパーみたいな。惣菜がしっかりする感じだね。寿司とか揚げ物なんか、ね、ああ、いい刺激になったな。すごいな。社長、最後視察はこちらです。麻布台ヒルズ。全然寿商店と縁がなさそうだけど。そんなこともない。そうですか？どの辺に共通点を感じてらっしゃる？やっぱり相手は人間だと。客相手は人間だよと。すごい、キムタクと社長が似てるみたいなもんね。すごいパワー。社長、今から行くお店ではお惣菜やお弁当をちょっとチェックしたいと思います。社長も知ってたね。有名なお店。根津松本さん。ここだ。ということで帰ってきました。日帰りだったんですけど、いろいろ見れたんじゃないかなと思います。やっぱりいろいろ見たんですけど、独自性のあるものをやりたいなっていうのはすごくあって、私たちだったらこういう風にしたいなとかっていうのもすごく出てきたので、ユニークなね形で表現できればなと思っています。この下関本店、実はもう来週から解体工事が始まるんですね。新規一点全部取り壊してっていうのも思ったんですけど、やっぱり残していきたいものというか思い出がすごくいっぱいあるんですね。なのでこういう一部の絵とか内装のちょっとしたもの、何を残せるかっていうのは施工会社さんとも相談はしているんですけども、私がどうしてもお店に残したいものがあって、おばあちゃんがやってたね下関魚市場の大きい看板があったんですよ。魚市場自体の解体の時にその看板を実は私もらってきたんです。4年間ずっと保管してるんですね。それをやっぱりこう下関魚市場っていう形に昇華させていくものっていうのを残していけたらなと思い、どこかにちょっとすごく大きいのでどういう形でできるかなっていうのはあるんですけど、完全に新しいものにしていくんじゃなくて、私自身がすごく大事にしている伝統を守って残していくっていうこと、積み重ねてきた方へのリスペクト、社長も含めおばあちゃんも含め伝統をつないでいくお店にしていきたいので、そんな思いがこもったお店だと思って皆さん応援していただければなと思います。オープンは1月頃を目指してるんですけど、実は結構ここも老朽化が進んでいて、一回解体してみないとわからないことだったりとか、予測できないスケジュールの変更なんかも出てきています。なのでもしかしたらちょっと遅れるかもしれないんですけれども、正式に工期が見え次第皆さんには必ずお知らせしますので、それまでちょっと待っていてくださいね。必ずいいお店にします。今までは社長がすごく守ってくれたんですけど、この店の改装を兼ねて世代交代のタイミングだなっていうのもすごく思っています。今までは社長がやりたいことっていうのは表現してきたんですけど、今回のリニューアルを機に私自身がやりたいことっていうのも少し表現していきたいなっていうふうに思っていますので、環境が待って泣きそうですけど、ちょっと寂しい思いもありつつ、自分への挑戦っていう機会も含めて頑張っていきたいと思います。このお店のコンセプトとしては、漁師さんたちから受け取った思いだったりとか、生産現場の努力だったりとか、流通だったり加工だったりをしている方たちの企業努力、積み重ねてきたものを伝えられるお魚屋さんにしていきたいなっていうふうに思っているので、端的に言うと漁港と皆さんをつなぐ魚屋さん、そういう場所にしていきたいと思います。こういう決意表明も含
含めて今日の動画を出させていただきました。このリニューアルの様子を追ってまたね動画でもお出ししますので見ていただければと思います。ということで新生下関本店改め下関魚市場どうぞよろしくお願いいたします。バイバイ。平野市の大野さんね、大野さん。今、本当ですか。まあ、こっちが本当はメインなんですね。親子で上手だね。